はい、こちらが、作品になります。すごく、可愛く仕上がっています。同じものを2つ編んでください。それで、編み終わったら、中を表にして、合わせて編んでいくので、これもう一つ、編み終わったものですけど、中を表にする形で、この長編みとか中長編みを見ると、どっちが裏か表か分かると思うので、間違えずに合わせてください。外が裏になるようにして閉じます。これ2枚目だったので、糸は切らずに、糸端を切らずにそのままこの角と角を合わせて、目のところに針を入れて、このように通してから立ち上がり鎖1目編んで、もう一回今の同じ目に針を入れて細編みを編んでいきます。内の目と向こう側の鎖の部分、チェーンの部分を両方拾って細編み、のようにこうやって拾って編んでいきます。で、ぐるっとこちらまで、こちらの端まで編んでください。はい、そしたら閉じ終わったら、このぐらい糸端を残してカットします。そしたら、糸始末をしていきます。これはこちらの方に糸を通して、このように目に針を入れて、一回戻る感じでこのように縫い付けていきます。カットして、このちょっと素材が普通の毛糸の素材と違ったので、私はこうちょっと長めにつなぎ目を残して、つなぎ目の糸を残して結びつけて、
編んできたんですけど、このように最後に糸始末をするように糸を残して結んでつなぎました。どうしても編み入れるとなんか出てきちゃいそうな、糸端が出てきちゃいそうな素材なので、このような形で結んで、つなぎ目をつなぎました。あと最初のこの糸端はちょっと今いいと思うんですけど、こっちの表側から裏側に一周させてからこのように裏側に縫い付けて処理します。はい、できました。ではこちら裏側なので表に返して、それで最後に、中からスチームを、こう浮かせる感じで、アイロンを浮かせる感じですいません、こう当ててください。スチームを浮かせながら、アイロンを浮かせながらスチームを当ててください。はい、アイロンをかけました。こんな感じで出来上がりました。こちらの部分は、最初に、編み終わった後にアイロンをかけた方です。で、こちら側わかりますかね。こちら側はこの最後に2枚を縫い付けてから裏側から中にアイロンを入れるような感じでこうスチームを当てた方です。こっちは、緩みがこう出てる感じなんですけど、これは本当に好みでいいと思います。私はやっぱり最初に、別々で1枚編み終えた時点でスチームをかけてしまって、もう緩みもこうたるみっていうか、そういう部分ももう伊勢込んじゃう感じで、まっすぐ平面的な感じの、編み地にしてしまったんですけど、でもやっぱり私はこっちの方が好きですので、皆さん好みでいいと思います。2枚編んで、その後閉じてから最後にスチームをかける形でもいいと思いますし、こういう
パリッとした感じで仕上げたければ1枚ずつ編んでこう立体的な感じに仕上げないで2枚とも平面な編み地を、閉じつけるっていう、最後に2枚合わせて、閉じるっていう形でもどちらでもいいと思います。で、さっきからガサガサ言ってますけど、毛糸10玉このように、袋に入れてこう余裕で入るぐらいの大きさです。入れた感じで測ってみると横がだいたい43センチぐらいで、この深さがだいたい17、8センチぐらいで、結構容量があります。すごくおしゃれに仕上がりました。編み方も簡単ですので、初心者の方も頑張って編んでみてください。